どうもこんにちは。今日はちょっとアッパー製作しようと思うんですが、革を、紹介します。ビスポークのアッパー製作なんですが、この革かなり特殊な革なんですよ。パッと見ね、黒い脂肪革の革なんですけど、キラキラしてますよね。これ黒三角、黒い桟橋の桟に革と書いて黒三角と呼ぶんですが、日本伝統的な革ですかね。武具とか甲冑とかに昔から使われていたと言われるっていうか、使われていた、そして今も剣道の防具とかに使われるような革なんですよ。こう拡大してみると、黒い脂肪革のやけにこうキラキラ感があるのが分かりますかね。きらめきがありますよね。ただの脂肪革ではなくて、この表面に漆が乗ってるんですよね。革に漆を乗せちゃって大丈夫なのって思うかもしれないんですけど、脂肪のこの凸部分にだけ漆を乗せてるんですよね。なので、漆器とかで見られる全面漆のピカピカではなくて、脂肪の出っ張ってる部分だけがキラキラ光ってるような感じです。これなかなか映像では伝わりにくいんですけど、肉眼で見るとものすごく、きらめいています。この革は姫路で作られてまして、姫路黒三角っていうんですが、黒三角にもいくつか種類があって、これは黒三角の中で最高級の極みという革です。かなり厚みがあってですね、2ミリぐらいありますね。2ミリぐらいある厚みのある脂肪革に漆を施しています。触っても普通の脂肪革とは手触りが違いますね。表面に漆が乗ってるので、なんていうかな、ツルツルというか、すごいザラザラなんですけど、なんかサメ肌みたいな、分かりやすいのは多分、実際はサメと言いつつエイなんですけど、大根すったりするあるじゃないですか、あの感触ですね。ガルーシャ、エイ側の感触に触った感じは似てます。今回はこの革を使って葉っぱを作っていきます。デザインはですね、ダイヤモンドキャップのロングバンプなんですが、コンビでいきます。黒三角を使って製作するんですが、革とデザインを見比べていると、全て黒三角で作るとちょっとなんていうか、デザインのドレッシー感に少しそぐわないような気がしました。この黒三角、結構脂肪感がはっきりしていまして、漆の乗っている部分は黒いんですが、その奥ですね、乗っていない部分、この脂肪の尾の部分、へこんでる部分ですねはちょっとグレーっぽいんですよ。なので全体に黒三角を使うのではなく、ボックスカーフ系を合わせたコンビの方が締まって見えるだろうということでコンビにします。コンビの革もボックスカーフ使うんですが、黒のボックスカーフではなく、この革はですね、これミュージアムカーフの黒ですね。さっきも言ったように、この黒三角の革は全体で見ると真っ黒には見えないんですよ。脂肪感がある革ってその素材感によって光が乱発射するんで真っ黒に見えないんですけど、黒三角はちょっとね、特にそんな感じがしたので、片押しだと結構真っ黒っぽいんですけど、脂肪革ってちょっとグレーがかるんですよね。なので、あえてミュージアムカーフのこれ黒を使って作ります。こっちが普通のボックスカーフの黒、こっちがミュージアムカーフの黒です。わかりますかね。黒さが光の加減にもよるんですけど、真っ黒じゃないんですね。若干グレーがかっているというか、紫っぽいというか、墨のような色です。なのでこの黒三角のジャパニーズですから、そういった雰囲気に合わせて少し真っ黒ではない、ちょっともやのかかったような黒、ミュージアムカーフの黒を使って作っていきます。
ダイヤモンドキャップ、これは小さめの穴のパンチのキャップにします。ただ黒三角がかなり脂肪感とこのきらめきが激しいので、あんまり穴飾りは目立たないですね。黒い脂肪皮というのは非常に縫いづらいんですよね。見えないんですよね、糸が。特に黒は皮の裁断面だったり、この糸目が縫った糸が脂肪に隠れてすごく見づらいんですよね。この漆の部分は意外とそんなに硬くないんですよ。なので、針をこう当たったら針がね折れちゃうとか、そういう硬さではないです。縫い割りをしました。かかと部分ですね。この縫い割りにはサイドの補強を入れる場合と入れない場合があるんですが、今回は入れます。強度的にはねこれあった方がいいんですよね。デザイン的にすっきりさせたい場合っていうのは入れないこともあります。この縫い割りの、裏側には伸び止めテープを貼ってるんですよね。ナイロンでできた布テープみたいなもんですね。こんな感じです。ここの黒いこのテープが伸び止めテープです。で、今の補強ステッチっていうのは伸び止めテープごと皮を縫い合わせてるんですよ。縫い割りでいうとこのセンターの割った部分のサイドのステッチですね。なのでこの縫い割りは今皮のこう引っ張りで、持ってるっていうのももちろんあるんですけど、この化学繊維でできた伸び止めテープのこの編み込みというか、この繊維で持ってるという意味もあって、これでめちゃくちゃ頑丈に縫い割りがなります。やっぱりかかとの部分はね、足入れをする時だったり歩行時にかなり負担がかかる分ではあるので、縫い割りはこうしてねしっかり補強してつけます。このサイドのステッチがなくて真ん中の縫い割りだけだったとしても補強のテープを貼って、それで全然壊れるとかってないんですけど、一応伝統的にこういう製法があるんですよね。黒三角の質感とこの丸みと相まって石のようです。ロングバンプのコンビ部分を縫い合わせていきます。
パーできたので最後に仮刷りします。はい、こんな感じになりました。すごい靴にするとすごいより黒三角のきらめきが際立ちますね。なんかゴジラっぽいような質感がありますね。一応ダイヤモンドキャップとパンチングになってるんですけど、やっぱりこの顔の表情の中に紛れてほとんどわかんないですが、かなり面白い靴になりそうです。この靴は制作中か、それかもしくは完成した状態でまたねご紹介しますので、楽しみにお待ちください。それではまた。